皆さんこんにちは。僕自身が実際使用しているギアを紹介していくこのコーナー。本日はアメリカキャメルバッグより丈夫なソフトフラスク、クイックスチューフラスクをご紹介します。ソフトフラスクと聞くと長距離ランナーやトレイルランナーの方が多く使用しているイメージですが、このソフトフラスクは扱いやすく、登山や旅行でも活躍する便利な一品。本日はギアのスペックはもちろん、実際に僕がどのように使用しているかも交えながらお話ししていきます。では早速ですが、サイズ感から見ていきましょう。画面越しの皆さんでもサイズ感や重量のイメージができるように、参考になりそうなものと一緒に撮影してみました。使用モデルは 500ml のもので、全長は26センチ、最大幅は8センチ、厚さは満水時で5.5センチ。もちろん本体を丸めて小さく携帯することも可能です。重量は 39g、ボトル部分は 21g、ロック機能付きのキャップは 18g で、シリコン製の吸い口は取り外しが可能で衛生的。この部分は 6g でした。ソフトフラスクの中では最軽量の製品ではないものの、適度な厚みがあり、しっかりとした質感。何度かランニング中に落下させてしまっているのですが、今のところ大きなトラブルもありません。また、同じくキャメルバック社製のハイドレーションも6年近く使用していますが、こちらも問題なく使用できています。ボトル上部とキャップ周辺部分は硬めの素材でできており、給水時にボトルを保持しやすく、開閉しやすい設計。ボトルの口も約4センチと平均的なソフトフラスクよりも大きく、水を吸水しやすいです。僕のお気に入りはこの末端に開けられた 10mm の穴。ボトル本体を逆さまにして水を切るのにとても便利で、他にもガイラインを通すことで他人のソフトフラスクと混ざらないように色分けすることも可能。直接口をつけるギアだからこそ、このような小さな気遣いが使い勝手に影響してきます。さらにこのソフトフラスクにはロック機能がついており、飲み口に圧力が加わっても簡単に漏れ出す心配がありません。このロック機能があると、ランニングベルト等に横に収納しても吸い口が圧迫され漏れ出す心配も減りますし、登山のサブボトルとして使用することもできるため、多用途に活躍してくれます。僕はランニングでの使用がメインなのですが、登山ではバックパックの雨袋に収納し、メインの水筒が空になったら移し替えて使用することが多いです。また、軽く小さいので、旅行時には予備の水筒として丸めて携帯していきます。ハイドレーションやソフトフラスクを使用したことがない方向けの情報ですが、ストローなどと違い、これらは吸い口を軽く噛みながら吸う仕組みになっています。そのため、ストローに比べると、やや吸引力が必要だと感じる方も多いようですが、一度使用すれば飲み方をすぐに理解できると思います。そして、この吸引のしやすさも好みが分かれるポイント。あまりにもバルブの口が硬いと吸うのが大変ですし、柔らかすぎると簡単に大量の水が出てしまいます。このソフトフラスクは少し硬めな吸い心地で、レース用の軽量フラスクと比べると控えめな供給量。どちらかといえば登山用のハイドレーションに近い吸い心地です。ただし、ハイドレーションと違い、手でボトル全体を握りながら水を押し出してあげられるため、走りながらでも十分な水分を供給してくれます。この適度な硬さを応用して、バルブを指でつまみ、ボトルを膝や手で押してあげれば、緊急時に傷口の洗浄にも使うことができるでしょう。僕は医療関係者ではないので、あくまで推測なのですが、他人の怪我を洗浄する場合などは、なるべく口をつけていないボトルを使用することが望ましいと思います。続いては 1g でも削りたい重量マニア向けの情報です。多くのソフトフラスク同様、完全に水を飲み切ることはできません。というのも、このように一見飲み切ったように見えても、空気を抜くと若干吸い切れない水が残ります。本体重量と差し引くと 14g、つまり 14ml 吸い切れない計算です。この 14ml が運動パフォーマンスやレースの結果に影響するとは思えませんし、実際の日常生活でバックアップやストローも最後の一滴まで飲みきれないことを考えると大きな問題ではないとは思いますが、吸い終わった時の本体重量が 53g となります。何かの参考になればと動画に記録しておきました。
他にもインターネットのレビューにて一晩置くと水が漏れるというレビューがありましたので、こちらも合わせて実験してみました。漏れがわかりやすいようシリコン製のマウスピース部分を外して一晩置いてみましたが、僕のモデルは水漏れは確認できませんでした。もしかすると個体差などがあるのかもしれません。僕個人の考えですが、もし水漏れが発生するとすれば、このキャップの取り付け部分周辺ではないかと考えています。というのも、ボトルのネジ切りの山が1周分しかないため、不意に緩んでしまう可能性や、ボトル本体に過度な圧力が加わってしまうと、そこから多少の漏れにつながる可能性はゼロではないかと思います。しかし今のところ僕のソフトフラスクは圧力や振動を与えても全く問題なく使えています。そして最後の話題はソフトフラスクを湯たんぽとして使う方法です。このソフトフラスクは飲み口をロックすることができるため、ぬるめのお湯を入れ湯たんぽとして活用することもできます。またランニング後は適度に水の温度も下がっており、冷えすぎていない水を飲め一石二鳥。お湯は長距離ランニング特有の内臓のもたつきにも効果的です。この方法をする場合の注意する点は、ソフトフラスクのダメージや手のやけどを避けるためにもお湯の温度を上げすぎないこと、そして注ぐときにやけどにも注意してください。もちろんこの方法は本来の使い方とは異なりますので、ご興味のある方はあくまで自己責任でお願いします。さて、いかがだったでしょうか。ランニングだけでなく多目的に使いやすいこのソフトフラスクは丈夫で漏れづらく、初めてのソフトフラスクにもおすすめの一品です。今後も可能な限り様々なシチュエーションでギアを使用し、しっかりとした情報を皆さんと共有できるようなチャンネルを作れるように頑張っていきます。ぜひお気軽にチャンネル登録やコメントしてくださると嬉しいです。それでは次回の動画、またはどこかのトレイルでお会いしましょう。